ピッチャーのタイプも3つに分類することができます。 A、 走られてもいいピッチャー。 B、 走られたくないピッチャー。 C、 どちらでもいいピッチャー。 A の走られてもいいピッチャーというのは、代走のランナーが出ても自分のペースでランナーを気にせず、仮に盗塁を許したとしてもバッターをしっかり抑えて得点さえ与えさせなければいいと割り切るタイプです。次の B の走られたくないピッチャー。これはバッターよりもランナーにとにかく意識を置き、スタートをさせない、盗塁させない、チャンスを広げさせないと徹底的にマークしてくるタイプです。最後に、どちらでもいいピッチャー。ランナーに対して無警戒でもなく、かといって徹底的にマークしてくるわけでもない、つかみどころのないピッチャーですね。正直私はこのタイプが非常に苦手でした。何を考えているかわからないからです。次に、牽制の傾向です。A、キャッチャーのサインで牽制球を投げるタイプ。 B、自分の感覚で牽制球を投げるタイプ。そして牽制球も2種類あります。 A、牽制アウトを狙ってるタイプ。 B、ランナーに戻る意識を植え付けようとするタイプ。このことさえしっかり分かっていれば、いちいち癖を当てにする必要なんてないんです。だから事前に徹底的に調べ上げるんです。大前提として、主導権はボールを持っているピッチャーです。その不利な勝負をいかに有利に持ち込むか、そのためにはデータが必要なんです。なので私はベンチにいる時から相手ピッチャーのことをずっと観察していました。これが私の準備の生命線なんです。相手を知らなければおのずと受け身になってしまいますが、相手を知ることで初めから精神的優位に立つことができるんです。だから左ピッチャーに対しても、見られてるではなく見ているという意識で、勝負することができたんですね。おしまいに、盗塁が誤解されている点をもう一つ話したいと思います。盗塁はキャッチャーとランナーの勝負だというふうに思っている方、多分多くいると思います。でも今日私はずっとピッチャーの話をしてきました。なぜなら盗塁はピッチャーとランナーの勝負だからです。ピッチャーとの駆け引きを制することができれば、どんなにキャッチャーが完璧な仕事をしてもまず刺されるようなことはありません。キャッチャーの役目はピッチャーをカバーする、そんなふうに思っていただいて間違いありません。球場に足を運んでいただけたら、そんなピッチャーとランナーの駆け引きを感じられるかもしれません。機会がありましたら、ぜひそのあたりもご注目してみてください。